はい、こんにちは。サックスプレイヤー熊谷俊です。毎週1本珍しいヴィンテージサックスを紹介する、ヴィンテージサックスコレクションズということで、今週もまた珍しいサックス紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、ということで今週、紹介するヴィンテージサックス、こちらです。CG コーンワンダーインプルーブドというねモデルです。もうねすんごいね歴史ある古いサックスです。本当に今回もまた3つの、トピックに分けてこの楽器をね紹介していきたいなと思いますけど、すごくねなかなか今の気候とはまた全然違うモデルになりますんで、ぜひ楽しんでもらえたらなと思います。では行ってみます。はい、ということでまずは最初のトピック、実質 CG コーン最初のモデルということで、ちょっと紹介する前に音色ちょっとチェックしてみましょう。もうね、難しい。っていうかね、ピッチがね、ものすごい高いんですよ。でね、なかなかね、もうね、音色としてはね、渋くていいんですけど、もう今ね、吹いただけでね、難しさがね、伝わる楽器です。ということで、今回のこのワンダーインプルーブドっていう楽器なんですけども、実質最初のコーン、最初モデルって書いたんですけれども、これはね、実はアドルフサックスっていうのが、元のこのサックスのっていう楽器ができた時ですね。このアドルフサックス、これがね実は特許を取得してから大体30年後くらいにアメリカにサックスが持ち込まれて、でこのサックスのこの構造がねまたアメリカでも作られるようになったわけです。でこれ作ったのはね実はねブシャーっていうメーカーでもブシャがね創始者が実は最初作ったとも言われているんですけれども、もうねまだその頃ってコーンでサックスいろいろ作ってたんですけども、実はモデル名っていう形ではなかったんですね。でその地名のウスターってよく呼ばれているこれの前のモデルがあるんですけれども、その地名を使った名前で呼ばれてたりしてました。でも実際にだから今回のこのワンダーインプルーブドっていうのはまさにこの実質コーンが最初にちゃんとした名前をつけてできたサックスの一つでもあります。でねこれね実はね1895から1900大体ね17年くらい、これ、ね、実はね結構ねここの歴史がかなり曖昧としてます。ただね本当に100年以上昔のサックスなんですね。本当になんかね歴史あるサウンドといいね、なんか持った感じもそんな感じがすごくね感じられるサックスだなと思います。はい、次のトピック、昔ながらのシンプルな構造ということで、本当ねなんかアドルフのような本当にイメージの楽器なんですけども、実はねこの楽器指がいって要はこのパールみたいなのがね本当はついてるんですけれど、まだねついてないんですよ。そうただね丸くこういうふうにもちろんなってるんですけども、ここはね何もこういう装飾とかはついていないんですね。であとねオクターブキーなんかもねすっごいなんかね直線状についてるんですけど、これなんかもねなんかすごいねシンプルなでも昔で言えばかなり複雑な構造だったと思うんですけど、すごくねなんかこの辺りのこの構造もシンプルで、なんかね全体的になんでしょう無駄なものがないっていうか、無駄なものがないっていうと今のが無駄なのがいっぱいあるよみたいな言い方になっちゃうけれども、でもなんだろう本当に昔は鳴るのに本当に最低限今あるような状況っていうのかな、ここからさらにここからいろいろ改善されて新しいアイデアが取り込まれていくんですけども、まさにね本当なんかこの最初の原点のようなねサックスに感じますね。で特にねこのね面白いのがね、あとねここの上この貝指とかでねよく使うこのフロントキーって僕ら言うんですけども、これとねこのハイ D のところが実はね一緒なんですよ。だからねそういったねなんかねまた面白い構造があったりする、まさにね昔ながらのでもその最善のこの技術で作られた本当に素晴らしいサックスだなと思います。はい、最後に現行との違いということで、もうねありすぎて全部は言い切れないんですけれど、まずはねやっぱりねピッチがものすごく高い。まずはねこれが一番難しいところかなというところですね。本当に演奏する上ではなかなかこの楽器をしっかり使いこなせるっていうのは本当に難しいなと
思えるサックスですね。ここからね、いろいろ改善がされてはいくんですけれども、サウンド的なところは、なんか、この渋いっていうような、印象ですかね。なんかアドルフっぽいようなイメージもすごく感じられますね。ただやっぱね、操作性含めて、とても難しいなっていうのが、この楽器の全体の印象ですかね。ただね、これね、ちょっとね、多分これはね、特殊のこのコーティングがされてるんですけれども、普段ね、多分もうちょっとこういう色ではないんですけれど、シルバーっぽい色なんですけど、そういった、そういった、現行と比べたときに、この作りというか、この軽さとかね、そういうのはやっぱり全然違うなっていうところがすごく感じます。はい、ということで最後にこちら、CG コード Wonder Improved を、使ってですね、You've Got a Friend Like Me。これもね、ちょっとディズニーの、ところから、お届けしてみたいなと思います。昔ながらのね、この渋い、深みあるサウンド、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。ぜひ来てください。いかがでしたか、この渋いサウンド。まさにね、この100年前の昔のね、この歴史あるサウンドっていうのをね、楽しんでもらえたんではないかなと思います。ぜひ、この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。またですね、このサックスに関して何か質問などあればコメント欄の方にね残してもらえれば僕の方で回答させていただきます。いろいろぜひ気になるところあれば書いてもらえたらなと思います。そして、こちらね、レンタルなんかもやってます。本当ね、難しいんでね、覚悟を持ってというのもおかしいですけど、そういうのもね、含めて、見てもらえたらなと思います。BT サックスコレクションズのホームページ、リンク概要欄に載せてますので、そちらから、ぜひご覧ください。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。サックスプレイヤーの熊谷俊でした。